チャックの動作を Python スクリプトで制御し、ワークを搬送する方法について説明します。本動画は、チャックでワークを搬送するために必要な設定の続きから設定します。チャックでワークを搬送するために必要な設定が完了しているファイル、チャックに_after.vcmx が必要です。Python スクリプトを追加し、チャックを動作させるプログラムを記述します。チャックが X 軸方向に動作するための Python スクリプトを追加するため、コンポーネントグラフウィンドウでリンク_1を選択します。動作設定グループの Behavior を展開し、その他から Python スクリプトを選択します。エディターが自動的に開くため、デフォルトで記述されているソースコードを1行目以外削除します。Python スクリプトを含むコンポーネントの情報を取得するため、comp=getComponent と記述します。servo=comp.findBehavior と記述することで、コンポーネントのビヘイビアを参照することができます。括弧内にサーボコントローラーと記述し、名前を指定します。シグナルを参照するため、back=comp.findBehavior、back と記述します。同様に、ビヘイビアのフロントを参照します。x1a=comp.getProperty と記述することで、コンポーネントのプロパティを参照することができます。括弧内に x1 と記述し、名前を指定します。同様に、x2a=comp.getProperty x2 と記述し、プロパティの x2 を参照します。def オンランと記述することで、シミュレーションの開始時にプログラムを実行することができます。チャックの初期状態とプロパティの値を一致させるため、プロパティに初期値を設定します。PLC と連携し、チャックを制御する場合、チャックの状態を判別する必要があります。コンポーネントグラフウィンドウの X1、X2 は、チャックのリンク_1の状態を示します。X1 が True の時、リンク_1がテーブル A の位置にある状態です。X2 が True の時、リンク_1がテーブル B の位置にある状態です。シミュレーション開始時、リンク_1はテーブル A の位置にあるため、X1A を True、X2A を False に設定します。while True と記述し、以下のプログラムをループさせます。トリガーコンディション、ラムダ、get トリガー、==back、or get トリガー、フロントと記述することで、バックかフロントのオンオフが切り替わるまで以下のプログラムを実行せず、待機することができます。バックが True の場合、リンク_1をテーブル A の位置に移動します。x2a.value=false と記述し、リンク_1がテーブル B の位置にあることを示す x2 をオフにします。リンク_1をテーブル A の位置に移動するため、servo.moveJoint 0,0と記述します。moveJoint メソッドは、サーボコントローラーのノードを移動させることができます。括弧内の最初の0は、サーボコントローラーに定義されているノードリストの0番目を表しています。2つ目の0は、ノードが移動する目標位置です。x1a.value=true と記述し、リンク_1がテーブル A の位置に移動完了したことを示します。フロントが True の場合、リンク_1をテーブル B の位置に移動します。x1a.value=false と記述し、リンク_1がテーブル A の位置にあることを示す x1 をオフにします。リンク_1をテーブル B の位置に移動するため、servo.moveJoint 0,500と記述します。x2a.value=true と記述し、リンク_1がテーブル B の位置に移動完了したことを示します。コンパイルをクリックします。先ほど Python スクリプトに記述したトリガーコンディションでバックとフロントを
トリガーとして使用するため接続します。コンポーネントグラフウィンドウのバックを選択します。プロパティウィンドウの接続をクリックし、Python スクリプトを選択します。同様にフロントと Python スクリプトを接続します。チャックが Z 軸方向に動作するための Python スクリプトを追加するため、コンポーネントグラフウィンドウでリンクアンダーライン2を選択します。動作設定グループのビヘイビアを展開し、その他から Python スクリプトを選択します。Python スクリプトアンダーライン2のプログラム内容は Python スクリプトと類似しているため、Python スクリプトのプログラムをコピーし、Python スクリプトアンダーライン2に貼り付けます。Python スクリプトアンダーライン2を編集します。4行目で参照しているサーボコントローラーの名前をサーボコントローラーアンダーライン2に変更します。5行目の変数名をアップに参照しているシグナルの名前をアップに変更します。6行目の変数名をダウンに参照しているシグナルの名前をダウンに変更します。7行目の変数名を X3A に参照しているプロパティの名前を X3 に変更します。8行目の変数名を X4A に参照しているプロパティの名前を X4 に変更します。プロパティの初期値を設定します。X3、X4 の値はチャックのリンクアンダーライン2の状態を示します。X3 が True の時、リンクアンダーライン2が0の位置にある状態です。X4 が True の時、リンクアンダーライン2がワークの高さにある状態です。シミュレーション開始時、リンクアンダーライン2がワークの高さの位置にないため、X3A を True、X4A を False に設定します。トリガーコンディションで、トリガーとして使用するシグナルをアップとダウンに変更します。アップが True の場合、リンクアンダーライン2を0の位置に移動します。X4A を False に設定することで、リンクアンダーライン2がワークの高さにないことを示します。Servo.MoveJoint 0,0で、リンクアンダーライン2を0の位置に移動します。X3A を True に設定することで、リンクアンダーライン2が0の位置に移動完了したことを示します。ダウンが True の場合、リンクアンダーライン2をワークの高さに移動します。X3A を False に設定することで、リンクアンダーライン2が0の位置にないことを示します。ワークの高さに移動するため、Servo.MoveJoint 0,130に変更します。X4A を True に設定することで、リンクアンダーライン2がワークの高さに移動完了したことを示します。コンパイルをクリックします。Python スクリプトアンダーライン2に記述したトリガーコンディションで、アップとダウンをトリガーとして使用するため接続します。コンポーネントグラフウィンドウでアップを選択します。プロパティウィンドウの接続で Python スクリプトアンダーライン2を選択します。同様にダウンと Python スクリプトアンダーライン2を接続します。ハンドに開閉する動作とコンテナに格納するプログラムを設定し、ワークをつかみ、掴んでいるワークを離します。ワークをつかみ、離すための Python スクリプトを追加するため、コンポーネントグラフウィンドウでリンクアンダーライン3を選択します。動作設定グループのビヘイビアを展開し、その他から Python スクリプトを選択します。Python スクリプトアンダーライン3のプログラム内容は、Python スクリプトアンダーライン2と類似しているため、Python スクリプトアンダーライン2のプログラムをコピーし、Python スクリプトアンダーライン3に貼り付けます。Python スクリプトアンダーライン3を編集します。4行目で参照しているサーボコントローラーの名前をサーボコントローラーアンダーライン3に変更します。5行目の変数名をオープンに参照しているシグナルの名前をオープンに変更します。6行目の変数名をクローズに参照しているシグナルの名前をクローズに変更します。7行目の変数名を X5A に
参照しているプロパティの名前を X5 に変更します。8行目の変数名を X6A に参照しているプロパティの名前を X6 に変更します。ワークの情報を取得するため、センサーで検出したコンポーネントを格納するシグナルを参照します。シグナル=comp.findBehaviorコンポーネントシグナルと記述します。チャックにワークを追従させるため、コンテナを参照します。コント=comp.findBehaviorコンポーネントコンテナと記述します。搬送先のテーブル B のコンテナにワークを格納するため、テーブル B を参照する必要があります。チャックのコンポーネント以外のコンポーネントを参照する場合、まず、ジェミニのアプリケーションにアクセスします。ジェミニのアプリケーションにアクセスするため、app=getApplication と記述します。次に、参照するコンポーネントを指定します。テーブル B を参照するため、テーブル B=app.findComponent テーブル B と記述します。最後に、コンポーネント内の参照するビヘイビアを指定します。コンテナを参照するため、コントにテーブル B.findBehavior コンポーネントコンテナと記述します。プロパティの初期値を設定します。X5、X6 の値は、チャックのハンドの状態を示します。X5 が True の時、ハンドが開いている状態です。X6 が True の時、ハンドが閉じている状態です。シミュレーション開始時、ハンドは開いているため、X5A を True、X6A を False に設定します。トリガーコンディションで、トリガーとして使用するシグナルを Open と Close に変更します。Open が True の場合、ハンドを開き、掴んでいるワークを離します。X6A を False に設定することで、ハンドが閉じていないことを示します。センサーで検出したコンポーネントをワークとして定義するため、ワーク=signal.value と記述します。ワークをテーブル B のコンテナに格納します。グラブメソッドを使用することで、コンテナやパスにコンポーネントを格納することができます。コントに .grab、ワークと記述します。サーボ .moveJoint 0,0でハンドを開きます。X5A を True に設定することで、ハンドが開いたことを示します。Close が True の場合、ハンドを閉じ、ワークをチャックのコンテナに格納します。X5A を False に設定することで、ハンドが開いていないことを示します。サーボ .moveJoint 0,10に変更し、ハンドを閉じます。ワークを定義するため、ワーク=signal.value と記述します。コント .grab、ワークと記述し、チャックのコンテナにワークを格納します。X6A を True に設定することで、ハンドが閉じたことを示します。コンパイルをクリックします。Python スクリプト_3に記述したトリガーコンディションで、Open と Close をトリガーとして使用するため、接続します。コンポーネントグラフウィンドウで Open を選択します。プロパティウィンドウの接続で Python スクリプト_3を選択します。同様に Close と Python スクリプト_3を接続します。シミュレーションを実行します。接続グループのシグナルをクリックし、チャックを選択することで、シグナルエディターを表示することができます。ダウン、クローズの順にオンにすることでワークをつかみます。ダウンをオフにし、アップ、フロントの順にオンにすることでテーブル B の位置まで移動します。アップをオフにし、ダウンをオンにします。クローズをオフにし、オープンをオンにすることでワークを離します。ダウンをオフにし、アップをオンにするとワークはチャックの動作に追従しないため、テーブル B のコンテナに格納されたことがわかります。チャックでワークを搬送するとき、
Python スクリプトで制御する方法についての説明は以上となります。ご視聴いただき、ありがとうございました。